皆さんこんにちは。すずかです。すずかのポッドキャストへようこそ。今週も1週間本当にお疲れ様でした。今日は7月31日、7月最後の日ですね。なんか1週間くらい前までは蒸し暑い感じでしたけど、ジメジメねしてましたけど、なんか今週は少しずつ梅雨明けて暑いですね。もうただただひたすら暑いです。皆さんね、風邪にも体調の管理ね、気をつけてくださいね。で、そろそろ夏休みになる人も多いのかなと思います。皆さんはもうどこか行きましたか？それともこれから何か予定がありますか？今日はですね、日本人は夏にどこに行くの？何をするの？ということについて一緒に話していきたいと思います。今日も最後までよろしくお願いいたします。ではですね、日本人夏休みどこ行くのっていうと、代表的なところ2つをね紹介していこうかなと思います。夏休みにどこかに行くのは大きく2つに分かれます。夏って言ったらやっぱり海でしょっていうタイプは沖縄に行きます。そしていやもう私は暑くてもうダメ少しでも涼しいところに行きたいという人は北海道に行きます。もちろん北海道も最近は昔ほど涼しくないですから、北海道に行ったら涼しいですよとは言えませんが、他の地域と比べてね、比較的まだマシな方なので、今でもね夏に北海道に行くという人は多いです。ではですね、その沖縄に行く人、沖縄で何するの？どこ行くの？っていう話もしていきたいです。沖縄でね、マリンスポーツ、海にねシュノーケリングとかやって海潜って入っていったりとか、あとはねリゾートホテルに行ってもうずっとそのホテルの中でねプール、海楽しみながら涼しく過ごす人も多いです。ちなみにこの時は那覇、一番有名なところ那覇ですけど、那覇だけじゃなくて石垣島や宮古島というところもとっても人気があります。ちなみに私沖縄の那覇は去年の5月4月くらいに一度友達と行ってきました。いやすごい良かったですね。那覇の美ら海水族館というところはすごく有名ですが、行ったことある人いますか？すごかったですね。水槽が大きいねえ、すっごい楽しかったで、料理が結構癖の強い味の料理が多いから、好きな人とちょっと苦手な人に分かれるって聞いていたんですけど、全部美味しかったです。私が全部食べれるタイプだからなのかも分かりませんけど、友達もね美味しいって食べてましたね。で、沖縄の有名なお酒にハブ酒というものがありますけど、ハブ酒って知ってますか？ハブ酒はね、蛇のお酒です。見たら居酒屋とか行くじゃないですか。そしたらこれぐらいの瓶の中に丸まんまの蛇と蛇が入っているお酒っていうのかな、それが置いてあって、ちょっとね実物見てしまうとどうしてもビビってしまって残念ながらハブ酒にチャレンジすることはできませんでした。もし飲んだことある人がいたらどんな味なのか教えてください。そして私は、観光もしたんですけど、暑いしゆっくり休もうよっていうことでリゾートホテルに泊まりました。でも
やっぱり沖縄5月だったけどすっごい暑くて、こんなになんか夏先取りっていいのっていうぐらいあったかいじゃないですよね。暑かったです。それで外にね、大きい流れるプールがあったんですけど、私流れるプール本当に好きで、そこにずっといて、気がついたらもう私真っ黒、もうすっごい日焼けしてしまって、私日焼けするとあんまり色が元に戻らないので、やってしまったと思いながらもね、楽しんだっていうことでよかったですそして私那覇もすごい良かったんですけど、私には CA の友達がいます。CA はキャビンアテンダントですね。飛行機のお姉さんがいるんですけども、その友達が那覇じゃなくて宮古島の海の綺麗さは本当に比べられないくらい綺麗だよ、だから行ってみてっていうことを言われたので、宮古島もすごく気になっています。海がねすっごい綺麗みたいですね。行ったことありますか？それで沖縄だとねこの辺に行くんですけども、涼しさを求めて北海道に行く人はどこに行くのっていうと、富良野のラベンダー畑に行く人が多いです。富良野のラベンダー畑行ったことありますかね？普通ここに行くと紫のラベンダーソフトクリームっていうのを買って、写真撮ったりねすることが多いのかなと思います。全体的に綺麗ですし、なんか紫っぽい感じのね服を着ていくと写真ももっと映える感じがありますよね。私も行ったことはあるんですけど、小さい時に行ったので正直どうだったかって言われると覚えてないです。ラベンダーソフトが美味しかったかっていうのも覚えていません。なのでね、行って食べてみてください少し前に私の妹がラベンダー畑に行っているんですけど、もうラベンダーがなかったって言っていました。で、なんでと思ってねちょっと調べてみたんですけど、ラベンダー畑一番綺麗に見ることができる期間が7月の10日から20日くらいの間がベストらしいです。なので15日前後、ここがベストみたいです。で、なんでかって言ったら7月の末にはもう暑さで花が枯れてしまうみたいなんです。でも花が枯れると来年はその花が出てこなくなってしまうので、花が枯れる前に収穫するらしいです。なんかこうバリカンで髪の毛をこうねミーンってやるじゃないですか。あんな感じでお花をね買っていくらしいですね。そして富良野のラベンダー畑以外には美瑛の青い池もとっても人気みたいです。ちなみにここ私行ったことありません。これがあるということも知らなかったです。学生さんが私が北海道出身だっていうことを伝えた時に、私あそこ行ったことありますよって教えてくれたのが美瑛のここの場所だったんですけど、何ですかそれっていうね現地の人だから知らないっていう場所もねあるのかな。そういうことにしておきましょうねで、ここはね行ったことないのでちょっとまた調べてみました。いつが一番綺麗に見えるのかというところです。時間がねすごく大事な場所みたいで、朝の7時とか9時、もう朝早朝早い時間に行くと風があんまりないっていうのと、太陽のこの光加減がちょうどいいみたいで、すっごくね綺麗な感じになるみたいですよ。
よかったらね、北海道に夏行くっていう予定がある人、こちら行ってみてください。参考にねしてください。で、北海道と沖縄ってね、もうこことここにありますから遠いですよね。ちょっと一回簡単に行ける旅行地っていう感じではないんですけども、じゃあ都内、東京やっぱり人多いんでね、東京中心にちょっと考えていきたいですけど、東京を中心にもっと都心のところからアクセスが良くて簡単に、もう週末2泊3日とか短かったら1泊2日くらいの簡単な手軽な旅行をしたい人には、夏っぽいの、リゾート、海っていうのを見たい人は、静岡の伊豆に行くようです。あとは和歌山の南紀白浜というところがあるんですが、そこにもたくさん行きます。南紀白浜はね、本当にね、砂が真っ白ですよ。よかったらね、探してみてください。そして涼しいところを求めている人は、長野県の軽井沢や上高地というところに行きます。江ノ島とかもね人気ですけど、江ノ島は海外の方もねたくさん来るイメージがあります。行ったことがある人もいるんじゃないでしょうか。私、そうだな、どこも行ったことないですね。行ってみたい。特に軽井沢に行ってみたいです。なんかグランピングとかもね結構有名みたいで、これね行ってみたいです。でですね、北海道とか沖縄の方に大きく2つに分かれていくんですが、日本の夏にはお盆というイベントって言ったらいいのかな、簡単に言ったらねイベントですけども、お盆があります。で、お盆って8月の13日から16日がお盆の期間です。で、13日から16日どんなことするの、どんな日なのっていうと、13日はご先祖様の霊をお迎えする日です。で、14日と15日はご先祖様と一緒に過ごして、16日にお見送りをするという日になっています。なのでここでは帰省する人が本当に多いです。帰省するは家に帰る人、実家に帰る人のことですね。なので人がすっごい動きます。新幹線とかも予約取るのが難しいですし、高速道路とかもすっごい混むんですね。渋滞40キロとかね、考えられないくらいたくさんの人が動くので、この期間にもし旅行あるよっていう人がいたら、もう一刻にも早く新幹線とかもう予約必要なものを早くしていかないと間に合わないですよ、きっと。じゃあね、お盆何するのっていうと、なんか私の場合は小学生の時はおばあちゃんの家に行きました。で、おばあちゃんの家に2泊3日ぐらいで泊まって、お墓参りも行って、久しぶりにいとことかもねみんなで集まって美味しいもの食べてっていうのがなんか夏のルーティンみたいな感じでしたね。ちょっとこれは怖い話ですけど、お盆ね、こう霊がたくさん来るっていう言い方をしていいのかわかんないですけど、結局ねこうご先祖様が来る期間ですので、お盆過ぎに海に入ると霊に足を引っ張られてなんか連れて行かれるっていう言い伝えもあります。なのでこの時期海に行かない日本人も本当に多いと思います。私もねちょっと考えてみましたけど、お盆の時期に海には行かないですね。
信じるか信じないかはあなた次第ですが私結構こういうの信じるタイプなのでね、これからもお盆の時期は海に行くことはないのかなと思います。ちなみにちょっと小学生の話がね出てきたのでちょっと考えてみましたが、小学生の時ね、私は夏休みっていうと毎年家族旅行に行きました。しかも毎年同じところで、札幌にあるのかな、私もちょっとすいません、正確な場所がわからないんですけど、ラグーンという大きなウォーターパークなんですけども、ここに毎年行っていました。でもね、私小さい時本当に水が怖くて、浮き輪がないともうやってられないっていう感じでした。でも私の妹とお母さんはすっごく水が好きなタイプですから、もうねすっごい楽しく遊んで、でも私は妹がもうね心配で溺れるんじゃないかとかね、そういう心配でいっぱいだったんですけど、溺れませんね。やっぱりね親が近くにいますからね。はいでもね今は水大好きです。いつからこんなに私が水好きなのかもわかんないんですけど、大好きなので、私2年連続ぐらいでウォーターパークに毎年行っています。私今韓国にいるんですけど、韓国にケビはなんて言うんだろうな、日本語だとカリビアンベイとかになるのかな。すいません、ちょっと正確じゃないですけどね、ここすっごいね大きいウォーターパークなんですけど、ここにね行っています。今年も行きたいですね。ここにもねすんごい大きな流れるプールがあるんですけど、6時間ぐらいだったらずっとあそこにいてもいいかもしれませんね。水、私結構ねウォーターパークとか楽しむタイプですけども、どうですか皆さんはウォーターパークとか好きですかね。でちょっと小学生の時はそうやってこうなんていうんですか、家族の集まり、親戚の集まりっていうところにねいろいろ行きましたが、どうしてもね中学生になると部活を始めてしまって、部活で忙しくてあまりねそういうところに行くのが減っていってしまって、で今度は高校生に上がったらもう日焼けが嫌で、夏はあんまり外に出る人じゃなかったですでも一回高校生の時、高校1年生2年生、もう覚えてない。でもこの時にこうクラスの男の子2人と私と仲良かった友達と一緒に花火大会に行ったことがあります。この私の友達が男子の中の一人を好きで、これは私が助けてあげようと思ってね、それで行ったんです、4人で。でもね何にもありませんでした。ダメでしたこんなにダメかっていうぐらいね、なんかもう友達のまんま終わりましたけども、まあね仕方ないですよね、そんなこともある。ちょっと話ずれますけど、学生の時ほら夏休みの宿題ってすんごいいっぱいあるじゃないですか。あれはどうですか皆さん、計画的にしっかりやっていたタイプですか、それともギリッギリにするタイプでしたか？私はもうね先延ばす癖がもうずっとありますから、前日の夜、学校始まる前の日の夜ねと行く日の朝、もうなんか泣きながら宿題をしていた思い出がありますね。もうちょっとね計画的な、人になりたいですね。ちなみにですね、最近の私の夏休みについても少し話したいんですが、私日本語の先生を本業としているのが
4年目です。でね、夏休み、この7月8月の夏休みシーズンっていうのは、小学生とか中学生、高校生の学生さんたちも一気に増えるので、どうしてもね、夏休みはすごく忙しいので休めません。それでなので私の夏休みは9月以降10月9月、そうね、10月ぐらいになると完璧落ち着く感じなんですけども、なのでそれぐらいにね、旅行に行くことが多いです。で、2年くらい前にやっぱりなんかこう7月8月が忙しすぎて自分の時間がないくらいレッスンがね多かったんです。私は日本語の先生の仕事が本当に好きなので、基本なんか授業多くても全然大丈夫なんですけど、ちょっとねこの時なんかしんどくなっちゃって、なんか私このまんまレッスンだけやって人生が終わるのかなみたいなね気持ちになっちゃった時が一回あって、この時突然ね、ダメだ、このままじゃダメと思って行ったのがカンウォン道というところのカンルンというところに行きました。もうね、私これ1泊2日で行った旅行だったんですけど、本当に忘れられない旅行の場所です。で、カンルンっていうところに行くとね、海がすっごい綺麗で、ご飯も美味しくて、で、私はねこう海の見えるホテルじゃないな、なんて言ったら、なんかエアビーンビーみたいな感じでね、ホテルじゃないんですけど、そういうところを予約して行ったんですけど、だからね海がわーって見えるんですね。海だなーって思いながら、夜ちょっと花火とかしちゃったり、すっごいねヒーリングだなーって思ってして、今でもね目をつぶるとわーってその時のこの私の頭の中にその時の思い出がわーってくるんですけど、初日の出じゃないですよね。初じゃないですよね。日の出、こう朝ね太陽がこうわーって上がってくるのを見たくて、朝ね5時半とかかな、起きたのかな。そしてね見たら残念ながらそんなに天気良くなかったので見れなかったんです。日の出は見れなかったんですけど、窓から海をねこうわーってこう景色を見たら、すっごいなんかいい景色が目の前に広がっていて、朝からランニングしている人とか、ワンちゃんのお散歩している人とか、なんか私すっごい忙しく過ごしてきたけど、これぐらい朝から余裕を持って時間を過ごしているのってすっごい幸せなんだなと思って、本当にねもう一回行きたいところですね。なんか今でもちょっと休みたいなって思った時に一番最初にあそこに行きたいなって思うような場所です。今年はですね、比較的いつもよりね時間がある夏休みシーズンなんですけども、特に私は予定がありません。暑いしね、本当に暑いので家でゆっくりしようかなとも思っていますけど、最近気になっているのが滑というところですね。あそこも気になるし、石垣島の海も見たいなとか、でも今私ずっと言ってるんですけど、ヨーロッパ、特にスイスの方に行きたくて、貯金が必要ですからね。本当に行きたいところが多くて困っていますね。そうなんです。皆さんはどうですか？行きたいところありますか？はい。
ではですね、今日は日本人が、夏に行くところ、あとはもうお盆の話、そして私のね、夏休みどんな風に過ごしたのかっていうのを一緒に話していきましたね。もし皆さんの夏休みの旅行計画があったら、ぜひねコメントで教えてほしいですし、特に予定がないよっていう人はね、私と一緒に日本語勉強しましょうね。そう、最近ねレッスンの申請もたくさんしてもらっています。本当にありがとうございます。皆さんの役に立てるように頑張りますので、今後もよろしくお願いいたします。そしてね、終わる前に一つだけ、ニュースで見た人もいるかもしれませんが、熊本で大きな地震がありました。九州方面にお住まいのリスナーの方、大丈夫でしたか？とても心配しています。一日も早い復興を心よりお祈りしています。はい、では今日はここまでです。最後までありがとうございました。今日のポッドキャストが良かったなと思ったら、チャンネル登録といいね、そしてベルマークの通知ボタンを押してください。コメントも待っています。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。